自分でも変なやつってわかるんですね。で、変なやつですから、お前変わってるななんて言われても、そうですかなんて言わなくて、そうですね、ありがとうございますと、感謝してしまいます。自分が変わっているからこそ、人と変わった人生ができると思っておりますので、変わり者はいいことだと思ってます。で、本日なんですけれども、視聴者の方から自己紹介の動画を作ってはいかがでしょうかというすごいいいアイデアをいただきまして、で、自己紹介をさせていただくということになりましたので、よろしくお願いいたします。今回はフィッシャーマンズワーフ近くのロシアンヒルを歩きます。丘の頂上を出発し、眺めのいい公園とうっそうとした木々に覆われるマコンドレーレインを訪れます。で、私の生い立ちなんですけれども、皆さん生い立ちなんか聞かなくていいよっていう感じもするかと思うんですけれども、一応どうやってこんな変な日本人が出来上がったかっていうのは、やはり生い立ちを知っていただかないと難しいと思いますので、生い立ちから紹介させていただきます。私ですけれども、長崎県に生まれまして、で、皆さん動画とかご覧いただきまして、早くあんまり話してないと、喋り方がゆっくりっていうのをお分かりになっているかと思いますけれども、あまり早くは話せない人間でございます。なぜかと言いますと、長崎県生まれですので、あんまり早く話してもですね、いいことがないんですね。早く話しても聞いてるのは魚と鳥ぐらいしかいないということなんで、ゆっくり話す癖がついているということになります。で、小学校の頃は非常に転校が多くて、小学校の時だけで4回ほど転校いたしました。転校のたんびに友達が変わる。また言葉も変わるということで、やはり九州から広島に行った時が大変でして、もう言葉もわからない。子供ですからほとんどみんな方言で会話するんですけれども、こっちは長崎弁で向こうは広島弁でということで、全然通じないということで大変苦労いたしました。さらに長崎にまた帰りまして、今度長崎から福岡の久留米に引っ越した時も、また同じ九州なのに言葉が通じないという恐ろしい目に遭いまして、それで大変苦労いたしました。中学校の頃は半端じゃないぐらいいじめられまして、体育館の後ろに連れて行かれて蹴られたとか殴られたとか、あと学校に着いて校門をくぐったら、校舎の2階3階から水風船が落ちてきてびしょびしょになって辛い思いをしたとか、うちの母が作ってくれたお弁当の箱を開けた瞬間に悪いやつらに水を入れられたとか、唾をかけられたとか、そういうことが、しょっちゅうありまして、そんな風にしていじめられまして、中学校2年の時にもう自殺をしようと思いまして、かなりいろんな自殺の方法まで考えました。でも両親が悲しむ姿を想像して、やはりそれはできないなということで、あと1年だけなんとか頑張ろうということで、あそしたら自分の生き残る唯一の方法は、一生懸命勉強していじめっ子たちが行かない進学校に行こうと。ということで、一生懸命頑張って市内で一番の進学校に行くことができました。で、高校に入りましてからはもういじめられることもなくなりまして、友達もたくさんいて、とてもいい時間、いい時代を過ごすことができました。で、そうやって中学校2年の時にいじめられてる時にハリウッド映画と出会いまして、E.T. が公開されたっていうことで、E.T. を何回も何回も見まして、アメリカ人の人たちは宇宙人でもちゃんと親切にしてくれるんだから、日本人の自分が行ったらきっと親切にしてくれるだろうと、思ったこともありまして、さらに、背が低いことで悩んでいましたけれども、そうしてますうちに今度バックトゥザフューチャーという映画が出てきまして、
アメリカでは背が低い人でもハリウッドの俳優になれるんだなと、背が低い自分が行ってもどうにかなる国なのかなと思いまして、いつかはアメリカに行きたいなということはありました。で、高校は普通に勉強してたんですけれども、高校の先生から3年になりまして、指定校推薦が来てるから、東京の6大学のうちの一つの大学なんだけれども、行くかということで、はい、じゃあ行きますということで、そういうふうな経過で東京の大学に行きまして、卒業をいたしました。ですから大学4年間はずっと東京で過ごしまして、家庭教師をしながらとか、英語を教えながら、ずっと過ごしてたわけなんですけれども、今度就職ということでいろいろ行きまして、で、私が一番行きたかったオリエンタルランドですね。ディズニーランド、東京ディズニーランドをやっている会社なんですけれども、オリエンタルランドの、面接を受けまして、内定をいただきまして、で、内定式に行った時に、オリエンタルランドで働いてらっしゃる皆さんですね、すっごい親切な人ばっかりでして、もう人事部長なんかもすっごいいい方で、それで内定式の時に、君が来てくれてよかったよなんてわざわざ挨拶に来てくださいまして、でそれで内定式に行ったわけなんですけれども、内定式はですね、実は知らないでいましたら、ステージに出て何か一芸やらないといけないということを急に言われまして、自分なんて芸がない人間ですから、どうしよう、何をしたらいいのかなと迷いに迷ってステージの上でやりましたことは、マリリン・モンローが新幹線のアナウンスを英語でしたらどうなるかというモノマネでございました。すごい恥ずかしいんですけれども、それをやってしまいました。で、その当時のオリエンタルランドなんですけれども、内定が決まりますとディズニーランドに入れるチケットを10枚もくれまして、でそれで実際に働く前にパーク内を知ってほしいということで配られるわけなんですけれども、大切に使わせていただきました。ただしですね、いざ働こうと思いましたら、九州の父から帰ってきてほしいという要望がありまして、残念ながらその内定をお断りいたしまして九州に帰りました。でその後は九州で中学生に英語を6年間教えまして、毎日毎日楽しい日々を生徒たちと送りました。実は中学生の時、結構やっぱ生意気だったと思うんですね。中学生の弁論大会の時に、勉強しない生徒も悪いけれども、生徒が先生を好きであれば、生徒たちっていうのは理由がなくても勉強するんだから、先生たちも生徒に好かれるような努力をしないといけないと、弁論大会のステージの上で演台の方で言ってしまいまして、でも怒られるかなと思ったんですけれども、先生たちからはお前のあれも一理あるななんて言ってくださいまして、嬉しかったんですけれども、そういう生意気なことを言ってましたから、自分が実際に先生になったらやはり生徒に好かれなきゃいけないということで努力いたしました。一番嬉しかったのは、生徒たちから先生のおかげで英語が好きになりましたとか、あと1クラスだけだったんですけれども、教室に入るたんびにみんな拍手してくれた生徒たちもクラスもありました。非常にいい思い出です。あと先生をしていて一番困ることっていうのは、中学生を持ってますと丸刈りだった男の子が高校に入って髪の毛が長くなる。で自分が街を歩いてる時に先生先生って呼んでくれるんですけれども、自分はですね、子供たちがあまりにも変わりすぎていて誰なのかわからないっていうのがありまして、それが一番ちょっと気まずい思いをしました。あとちょっと気まずかったのは、父兄会がある時にお母様から参加しますっていうことで連絡をいただいていて、で当日にそのお母様からですね、急に電話がありまして、先生申し訳ございません、ちょっと予定していた父兄会の参加できなくなりましたっていうことで電話がありまして、その当日の朝でしたから、もうてっきりなんか体調を崩されたとか怪我をされたとかで
具合悪くなられたんですかなんて聞いたんですけれども、お母様の方から、いや、そうじゃなくて、今日ブレイクダンスの練習があるものですからということでお返事をいただいた時には、もうあまりの意外な答えに思いっきり電話口で吹き出してしまいまして、大変失礼なことをしてしまったことがございました。その時のお母様、福岡県久留米市のお母様、失礼いたしました。あと後悔しましたのは、中学校2年生を担当していて、でいつも自分のクラスのこの左の後ろの方に座ってた女の子なんですけれども、よく授業中に寝てたんですね。でそれで私が、授業中に「授業中は寝るな寝るな」っていうことで怒ってたんですけれども、その女の子が突然亡くなってしまいまして、で彼女のお葬式に行きました時に、お母様の方から「先生すみませんね、うちの子いつも授業寝てたでしょ」っていうことで言われまして「そうですね」っていうふうにお伝えしたんですけれども、その後すぐお母さんが「うちの子は喘息持ちだったからね、すぐ授業中でも寝てしまうんですよ、すみませんでした」っていうことを言われた時に、頭の中で何かプチンと言ってしまいまして、彼女の遺影を前にして、大声で「ごめんねごめんね」って、泣いたことがあります。でその経験から、自分は、どんな人と会ってもまずその人の人生とか、何をやってきたとかそういうことを知らないで人を判断するのは絶対やめようとあの時思いました。で大学出た時もそう思ったんですけれども、自分ってあんまり取り柄がないんですね。何でも中途半端で何にも人に勝つことがないということなので、自分はどの人にも負けないぐらい、優しい人になろうと、いじめられたこともありましたから、絶対人の一日を台無しにするようなことを言ったり、人の心を意図的に傷つけるようなことはしないと。でもし知らない間に傷つけてしまったらそれはちゃんと謝ろうということで、世界一優しい人間になりたいということを目指して毎日生きております。ですからもし動画を見てくださった皆さんに、悪い感じを起こさせたらそれは私の責任ですので、お詫び申し上げます。それで先生をやっていたんですけれども、30近くになるのでなんかこのまま60ぐらいまで、先生になっててもちょっとダメかな自分の人生はなんて思いまして、アメリカに行こうということで、その前に旅行会社でちょっと勉強しようということで、旅行会社に今度職を変えまして、でその旅行会社の中でサンフランシスコの支店長を探していたということで、じゃあ私が行きますということで応募しまして、英語ができるからということですぐ送られてきまして、でサンフランシスコで13年間仕事をさせていただいたということになります。でその後に自分のツアー会社を作ったということになります。でコロナが始まりまして日本人のお客様も来なくなりましたので、そのツアー会社も辞めて今はもうリタイアということでそのような生活をしております。ということで、だらだらした自己紹介になってしまいましたけれども、優しさだけが取り柄、もうそれしか取り柄がないという人間でございますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。さようなら。